空が青いなはい、おはようございます。今日は4月14日火曜日でございます。今日もね、ピーカンで、非常に天気がいいでございます。雲一つなくなんかね、雲がねだんだんね、入道雲っぽくなってきました。はい、ということで、今日もね元気でやってまいりたいと思いますよ。はい、ということで、昨日ねタケノコいっぱい掘りましたんで、はいお店、ここリサイクルショップでも、1本500円でね、売ろうかなと思っております。なんか相場はね、だいたい今 1本1000円ぐらいらしいでございます。はい、ですのでね、半額で、販売しようかなと思っております。ということで、本日もよろしくお願いします。ゲッツゲッツ。はい、それでは毎朝のモーニングルーティンでございます。写真撮っていきたいと思います。こちら写真撮っていきたいと思います。はい、それではさっき撮った写真をメルカリにアップしていきたいと思います。はい、それではね、ちょっと内職していきたいと思います。ちょっとね、回路をね、組みたいと思います。で、設計図はね、こんな感じなんですけど、はい、これがラズベリーパイ、そしてこれが、リレーですね、こちら、そして電源がこちら、そしてこれが電池弁となっております。でね、ちょっと今日この回路で決戦して午後からね、またフットラボの方で実験やっていきたいと思います。はい、ということでね、こちらが電源からリレーに入りまして、はい、そして、電池弁に入ると。そして電池弁が戻ってきてリレーに入って、そしてこちらがね、ラズベリーパイ側の制御線になります。はい、こっちのね、ラズベリーパイ側から、5V、の信号が送られてきて、そしてこっち側で 12V が電池弁の方に流れて、これがオンオフ、開閉するということでございます。で、ここがね、なんで 15V でこっちが 12V かっていうと、いわゆるこいつを動作させるためには 12V 必要と。で、ラズベリーパイ側は制御なんで 5V しか出ないということで、直接やるとパワー不足なんで、ここにねリレーというね、これフォトカプラーつって、これ光がここに光を感知する、端末がついてまして、5V が入ってくると光をこっち側に流して、12V を通すと、そういうねフォトカプラーというねリレーをつけましたということで、はい、ということで本日は以上になります。ご視聴ありがとうございました。ということでね、今日はいい天気でございます。はい、気温もガンガン上がりまして、はい、で昨日ね、取ったタケノコ、東京の友達にね、欲しい人にみんな送りました。はい、ということで、まだねリサイクルショップでも販売しておりますんで、欲しい方はね、いらっしゃってください。ということで本日は以上になります。ご視聴ありがとうございました。もしよろしかったらチャンネル登録と高評価ボタンお願いします。ということで以上となります。ありがとうございました。ゲッツドロン。はい、ということでね、午後から、フットラボの方に戻ってまいりました。はい、ということで、今日はですね、農業×AI、ラズベリーパイ×ノードレッドっていうことで、やっていくんですが、その前にですね、
ちょっとじゃがいもと、あとね、トマト、きゅうり、ナス、こちらね、3月の19日に、植えたんですけど、ちょうど1ヶ月経ちまして、はい、今年はねちょっとまだ4月14日なんですけど1ヶ月経ってないか、はい、ちょっと時間差で、植えたらどうなのかということでちょっと実験してみたいと思います。はい、でトマト、きゅうり、ナスはまあ多分大丈夫だと思うんですけど、じゃがいもの方がね、1ヶ月遅れで植えて、梅雨前にだいたい皆さん掘り起こすんですよ。はい、ですので、ずれちゃうと、梅雨越してから掘らなきゃいけないと、そういう状況になりますんで、いいのか悪いのかちょっと実験してみたいなと思っております。はい、ということで、時間差でね植えると、時間差で収穫できるのかなと、そういう安易な考えで、やっております。はい、多分なんかでも出来上がるのは同じ時期に同じように出来上がりそうな気がしないでもないんですけどね。はい、ということで、やっていきます。よろしくお願いします。人月。はい、こちらがね、じゃがいも、種芋でございます。はい、こちらを植えていきます。じゃあね、こちらじゃがいも植えました。1ヶ月ぐらい遅れで3月14日でございます。はい、それと、こちらね、ほうれん草、なんかね、石灰が必要だということで、ちょっと追肥で石灰をこっちのね、端から1メーターぐらいちょっとね追肥してみました。これでね、どう成長、こっち側とねどう成長変わるのか、はい、ちょっと試してみたいと思います。はい、ということでね、次は、ナスとトマトと、きゅうり、これをねまた、種まき培養土で、ポットにね種を植えていきたいと思います。それではね、なんだっけ、野菜用ガーデニング培養土、はい、こちらをね、まずはねちょっと湿らせます。はい、そしてそこにまずポットに入れます。はい、そしたらね、種まいていきたいと思います。まず左からね、ホームモー太郎、これをまいていきます。はい、続きましてね、きゅうりまいていきます。はい、続きましてナスまいていきます。はい、それではね、最後アイコ巻いていきたいと思います。はい、じゃあね、たっぷり水をまいていきたいと思います。はい、じゃあそこ飲まないでねえ飲んでんのはい、そしたらね、今巻いたやつをね、こちら、600ナノメーターというね LED、ピンク色のね LED の下で発芽させていきたいと思います。今日は4月の、14日
火曜日でございます。はい、1ヶ月遅れでね、また、トマト、きゅうり、ナスで、トマトのアイコね、ミニトマト、はい、これを種まきをいたしました。花ちゃんそこ飲まないでって言ってんのにな。はい、じゃあね、こっち側の苗は、また水をたっぷりね、まきまして、ちょっと、お日様にね当てたいと思います。はい、それではね、電磁弁ね、ラズバイから出た、ところで、また27度を超えると、電磁弁が開くと。で、26度下回ると電磁弁が閉まると。そういう回路をね、こちらで組みましたんで、これで実験していきたいと思います。はい、それじゃあね、電磁弁の電源入れまして、リレー働かして、そして、ラズパイから IO、ピンからこちらのね、ピン17、11、GOIO17 番っていうね、ピンを出力ね、こちらの LED をカットしまして、LED 回路をね、こちらにつなげました。ということでね、ちょっと実際実験やっていきたいと思います。現在温度ね、こちら26度。だいぶ上がってきましたね。今日も暑いですね。はい、それじゃあね、LINE も準備できましたんで、この温度計ね、今26度、25.9 度か。なんで、これをね、28度まで上げていきたいと思います。ちょっと温めますね。はい。はい、ちょっとね、こちら側のね、決戦ミスでした。間違ってましたんで、今ね、やり直しまして、そしてもう一度テストしていきます。はい。最終チェックいたしますよ。はい、こちらが電磁弁ね。で、こっちが LINE ね、スマホね。で、今この温度を上げてきます。26度。はい、入りました。今度温度下げてきます。はい、切れました。ということでね、成功となります。あれだした。はい、ということでね、本日は以上となります。ご視聴ありがとうございました。LED を点灯させる、27度になったら LED を点灯させる。そして LINE に通知する、26度以下になったら、LED を消灯する、LINE を通知するっていうねシステムが昨日までできてて、で今日はね実際電磁弁の、回路を作りまして、はい、で電磁弁をね LED に変えて、セットしまして、やったところですね、電磁弁カチッってね、電磁弁がカチッって音がすれば成功だったんですが、どうやらですねシュポッシュポッって感じでね、ちょっと確認しづらかったんですけど、はい、どうやらね電磁弁ちゃんと動いているようでございますんで、今日はこれでね完成ということになります。はい、で次回はですね、温度で電磁弁をオンオフさせるのではなくて、こちらねフロートセンサー、この下限上限、はい、で下限になったら水道を入れると、で上限になったら水道を止めると、そういうようなね、ことを次回はやっていきたいと思います。ということで、いよいよね、だいぶ進んできましたけども、牛歩の歩みでございますが、はい、次回もねまたやっていきたいと思います。ということで、本日はご視聴ありがとうございました。もしよろしかったらチャンネル登録と高評価ボタンをお願いします。ということで以上となります。ありがとうございました。人月